今日なんですけれども、手裏剣の打ち方でこの滑走、つまり手のひらを手裏剣がすり抜けていく、この動きを使わない打ち方でちょっと遊んでみようかなと思ってます。通常手裏剣は手のひらを手裏剣がすり抜けていくように打ちます。この時に手のひらをすり抜けるこの動き、これを滑走って呼びます。直打法を打つために安定させるため、手のひらを手裏剣が滑っていく、この動きは必要な動きです。ただし中にはこの滑走をあまりかけない人たちもいます。一応その打ち方もあるので、それを今日はちょっとご紹介しながら遊んでみようかなと思ってます。滑らせない、つまりこの角にこの滑走を使いすぎてしまうと手裏剣が時々刺さらなくなる原因になります。なのでこの滑走はあまり多用しない、もしくはこの滑走という動きなんですけれども、手のひらを手裏剣が抜けていく、こすっていくわけですね。これは抵抗であるという考え方、抵抗、つまり力をロスする原因になると考えている人がいる。なので全く使わないわけではないんですけれども、極力これを使わないように打つ方がいます。そういう方はどうするかというと、押し出しているような動きに近い動きで手裏剣を打つ方が多い。ただしこれは長い距離になってくるとちょっと難しくなってくるので、比較的近い距離2軒とか3軒ぐらいまででなんですけれども、この滑走をあまり使わない方というか、そういう流派、そういう考え方の方たちもいます。一応その理由の一つなんですけれども、まず一つは先ほど話したこの動きが力のロスになるという点、そしてもう一つはこの手のひらをすり抜けていくっていう過程で手のひらの状態に大きく左右される。例えば今はいいんですけれども、夏場で汗をかいていたり、例えば手に泥がついている状態で手裏剣を打たなければいけない場合だってあったかもしれません。手に泥がついているから打てない、雨の中打たなければいけなかった、手に水がついている、それで打てなかったら話にならない。つまりこの手のひらの状態に左右されずに打つためには、この滑走が多用してしまうとうまく打てなくなってしまうという方が多いです。そう考える人たちがいます。なので、例えばこういう重い手裏剣とかで私もよくやるんですが、この滑走を最初のうちはしっかりかけていただいて構いませんが、これでお尻の方を押さえすぎてしまうような、角にこの滑走をかけすぎるなと感じた時には、一旦これを離れて押し出すような動きであったりとか、この重心をうまく捉えて打つ、そういう打ち方も必要になってくる場合があります。手裏剣の打ち方ってね、誰にどんな打ち方が合うかなかなかわからないところがあるので、このやり方もやってる人がいるんだよっていうのを知ると、意外なことが上達のヒントになったりします。滑走というのは確かに大事ですが、多用しすぎなくても手裏剣は刺さる。それを知るだけで全く変わってくると思います。ちょっと余談なんですが、
なんでこんな話してるかっていうと、私はちょこちょことこのスローイングナイフで遊んでいます。これ刃は全くついてません。先が尖ってるだけの手裏剣型のナイフだと思ってください。この手裏剣なんですけれども、滑走をかける、つまりこの滑らせても打てるんですけれども、こういう大きくて重いものだとこの滑走を角にかけると余計にこう回転してしまったりするので、重心をうまく捉えて押し投げるような打ち方を使うこともあります。これはですね、私の友人の海外のスローイングナイフを投げる人のちょっとね独特のやり方で面白いのがあるので、一つご紹介しようかなと。ナイフを普段持つとき、スローイングナイフじゃなくて普通のナイフを持つとき、どう持ちますかって聞かれたら、ほとんどの方が順手持ち、こういうね持ち方する人もいますけれども、順手持ちでナイフを扱うっていう方が多いと思います。この順手持ち、例えばナイフを振る、この動き、この振る動きそのままに打つと思います。これ意外と避けにくいと思います。私が今からナイフ投げるよって言えば避けられる人もいると思いますけれども、例えばもうめちゃくちゃにこうやってナイフを振り回すようなこんなモーションのこの動きのまま投げられたら、おそらくとっさにこうかわせる人って少ないんじゃないかなと思います。この順手持ち、わざわざ持ち替えたり、スローイングナイフでよくあるこのハーフスピンなんてこういう持ち方はせずに、普通のナイフを持つように親指を置くような形、この親指でコントロールするんですけれども、こういう動きのまま打つ。これもね滑走を使ってません。もうこのまま私は打ってます。もちろん人差し指でも大丈夫ですけどね。ちなみに、何度か私は手裏剣でやってますけれども、アイスピックとかを持つような逆手持ち、もちろんこのままでもナイフは投げられます。こういったもの、この場合は若干実は私滑走を使うんですけれども、滑走を多用せずとも打てる、押し投げだったりこの重心をうまく捉えた状態で投げる、こういう使い方ってのも非常に有効です。なので滑走がどうしてもうまくいかないなと、この要は滑らす動きがどうしてもうまくいかないなっていう方は、あまり多用せずともいいんだよと思うと気も楽だと思います。一応こんな滑走を使わない打ち方、こんなのも手裏剣、もちろんナイフの世界にもこんな技術はあります。今日は滑走をあまり使わない手裏剣の打ち方、こんなものをやって遊んでみました。最初のうちはこの手のひらの中を手裏剣がすり抜けていくように打ってくれと、これは基本だと思ってますが、これが全てではない。だからこのうまく滑らせられないからうまく打てない、そんなことはありませんので、いろんなやり方あります。自分に合ったやり方をぜひ模索して遊んでいくと面白いんじゃないかなと思います。
こんな形でもし何か疑問であったりとか、気になるようなことありましたら、気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。よろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。